1時間ほど待ち時間が。1時間。こういう焼きそばを作ったのがひいおじいちゃんで、発祥の店っていう感じでなってますね。瀬戸焼きそばで一番美味しいのがここかなって。はい、どうも、はい、ありがとうございました。豚を煮込んだ出汁がそばに染み込んでて美味しいですね。癖になる味です。お客さん一人一人の笑顔のためにっていう、そういう意味合いで一生ってつけてるんで。お父様は何年前からお仕事をされてるんですか？10年ぐらい前。公務員だったんで、60まで。息子さんが創業された。あ、そうです。はい。今は瀬戸焼きそばって言われてるんですけど、こういう焼きそばを作ったのがひいおじいちゃんで、僕のおばあちゃんとかおばあちゃんの兄弟とかでお店をやってたんですけど、焼きそば福助っていう名前で焼きそば屋をやってたんですよ。一番最後にやってたのは僕のおばあちゃんの弟が店主としてずっと福助をやってたんですけど、病気でちょっと亡くなっちゃって閉めることになって、その時僕19歳だったんですけど、継ぎたかったんですけど学生だったんで反対されて、一度は継ぐのを断念して学校を卒業した後サラリーマンをやってたんですけど、どうしてもやりたいなっていう思いがあって、27の頃に焼きそば一生として創業したっていう感じですね。じゃあ瀬戸焼きそばの元祖みたいな立ち位置、発祥の店っていう感じでなってますね。なるほど。特徴って何かあるんですか？定義としては蒸し麺を使うっていうのが一つ、あとは醤油ベースの出汁ですねを使って味付けをするっていうのがもう一つの特徴で、瀬戸市って瀬戸物が盛んな町なので、瀬戸焼きに乗せて提供するっていうのが定義になってるんですけど、うちはもうテイクアウトを専門でやってるんで良きっていうのは違いますけど、一応定義はその3つが大まかな定義になってますよね。瀬戸市民としてはもうソウルフードみたいな感じなんですかね？そうですね。僕のひいおじいちゃんが作ったのが昭和33年頃だって言われてるんで、まだ本当ソース焼きそばっていうのがそんなに世の中にはない時に作ったんじゃないかっていうのは言われてるんですけども、宮前地下街っていう場所に焼きそば福助っていうのがあったんですよ。そこの2軒隣に大福屋さんっていうお店があって、そこもやられてました。僕が聞いてる話ではひいおじいちゃん同士が仲良かったみたいで、作り方を教えて2軒で焼きそば屋をやってたっていう話は聞いてます。これでもほぼ完成の色ですね。なんででも色変わるんですか？かん水っていうのが入ってるんですけど、蒸気で蒸すことによってかん水の作用で変わるって言われてます。僕ずっと検査技師で病院の安全管理とか感染防御とかさ、どういう状態で食中毒が起こるかっていうのが分かるので、まず安全だと思う。生麺の時にくっつかないようにコーンスターチをまぶしてあるんで、それを落としながら出汁をかけた時に入らないんですよね。もう油でコーティングされちゃってて、そういうのを口はしてないんでほぐしてやってます。味が入りやすくするためっていうのもあるんですね。そうですね、はい。
麺が他の焼きそば屋さんと比べて特徴とかってあるんですか？特徴はやっぱりありますね。鼻に抜けるその蒸し麺の独特な香りが強かったり、配合だとかっていうのにもこだわりがあって。大体5時ぐらいからお仕事始めるんですか？あ、そうです。はい。終わりは何時なんですか？終わりはもう受けちゃったら終わりっていう感じですね。僕が持てる量しかやれんのだ。いくら頑張れって言われても、この間も肋骨が折れたし、やれる量って決まってる。大体どのぐらいで売り切れちゃうんですか？大体5時ぐらいまでは持つんじゃないかなと思って作って、今日はちょっと5時まで持たんかもしれない。ちょっと暑いから減らしたの。冷や麦食べたくなったらもううちダメなの。冷やし中華とかそうめんとか今ありますね。繁忙期だとじゃあ時期的にはいつぐらいになるんですか？ゴールデンウィークとかお盆とか連休がある時の方が多いですね。夏休みとか冬休みとか子供がやっぱりいる時の方が混みます。学校行って給食作っとる時は売れない。結構お子さんもいらっしゃるんですね、一緒にお店には。買いに来るのは大体おじいちゃんおばあちゃんお父さんみたいな、行ってきてみたいな感じだと思います。他のところから来たりしないですか？違うナンバーとか。しますよ。1日に2台とか3台とか。前と比べると増えてきてますね。乾かさないと今度出汁が入らないんで、バサバサになるぐらい乾燥させると出汁が入るんで。焼きそば用の麺でそういう工程ないですよね。ないですね。店が始まる時間が決まっとるので、それまでに作らないかな。毎年1回開けてるんですけど、10円20円ぐらい。それでも追いつかないですね。何が一番値上がるんですか？小麦だとガス代、あとは容器代もそうですし。真っ白なの。今まで最短でどのぐらいの時間で売り切れたことありますか？注文で行けば30分、11時半に売り切れ、注文バーッと入っちゃって。小学校の時はキャンディーアヤとか僕のじっちゃんがね、で僕はじっちゃん子なんで長男で一番最初の初孫なんでじっちゃんが可愛がってくれたんで、そこにある人形もじっちゃんが買ってくれた5月人形、すごい立派ですね。ずっと見とってくれる。戦後本当何もない時に買ってくれたんでよっぽど可愛かったんだね。
勤務されて長いんですか？もうすぐ丸3年になります。もともとお客さんだったのもあるし、定年退職して焼きそば買いに来てる時にパートの広告が出てたので。働きやすいですかね？そうですね。もともと客商売好きなので楽しくやらせてもらってます。12時10分っていうのでいい？第一つお願いします。はい、じゃあ12時10分でね、お待ちしてます。醤油ベースで砂糖で甘辛くしてそこに豚肉を入れて出汁を取ってます。その豚肉も焼きそばと一緒にまた具材として。焼きそばは盛り付け終わった後に上にトッピングっていう感じで焼いて乗せてます。テイクアウトでやってるんで持って帰っても美味しいっていうのが一番目指しているところですね。そのために中までしっかり出汁を染み込ませて焼いてます。焼き時間は長めだったりします？長いと思います。もちもちとした食感にするために麺の中にいっぱい出汁をかけて含ませるんですよ。そうすると柔らかくなっちゃうんで、麺が柔らかくなった麺の水分を飛ばしながら麺の水分調整をしてるっていう感じですね。今に落とした何時ぐらいがいいでしょうかね。まだ空いてますよ。35分で大盛り2個、波が1個、全部で3つですね。お電話ありがとうございます。焼きそば一升です。2、3個でお待ちしております。お名前伺ってよろしいでしょうか。ありがとうございます。以上です。2つずつ。12時10分でどうでしょうか。
ゃいませ。ニコニコですね。はい。よいしょ。はい。はい、どうも。ありがとうございました。はい。大盛りができるかな。はい。ね。大盛り2個1520円になります。大盛り2つね。はい、どうも。はい、ありがとうございました。おいくつでしょうか。はい。肉菓子の大盛りの波が1つずつですね。あと10分ほどかかりますけど、よろしいでしょうか。はい、大盛りの肉巻きが1つずつ。はい。瀬戸なんでここの存在はよく知ってたんですけど、ちょっと気になって初めて買いに来ました。持ち帰って家族で食べようと思います。手痛くなったりしないですか？最初手は痛くない。結構な重量ありそうですもんね。私はまだ大将の半分だから最初はやっぱり大変だと思う。夏場は鉄板の前だからね、余計大変だと思うよ。はい、じゃあ10取ります。ありがとうございます。20分お願いします。2本が肉増しになってます。500円の開始です。はい、どうも。ありがとうございました。はい、いらっしゃいませ。35分の柴田です。はい、いただいておきます。お少々お待ちくださいね。お待たせいたしました。波が3個、大盛りが2個。瀬戸焼きそばで一番美味しいのがここかなって。他のところはちょっと甘めだけど、ここは昔ながらのっていう感じだもんで結構頼みます。大盛り1個の柴田さんかな。お待ちください。はい、ありがとうございます。12時40分。大盛りが1個と波が1個。はい、ありがとうございます。はい。はい。40件お返しです。はい、どうも。ありがとうございました。お願いいたします。ここでいいですよ。食べていただいて。はい。10分ほどお待ちいただいていいですか。全部両面でちょっと可愛い。今までお店運営されてきた中で大変だったこととかってあります？一番大変だなってもう常に思ってるのは、毎日毎日気温や湿度が変わる中で同じ味同じ焼き加減で提供する作るっていうのが一番難しいなと思ってます。はい、どうも。ありがとうございます。こちら大盛りね。平均年齢77醤油ベースで美味しいよね。自分では再現できない味なので美味しいと思います。そうなんです。ありがとうございます。昔の味のまんまですか？ちょっと変わってますか？僕が味管理しとるんで昔よりはいいはず。それはもう自慢じゃないけどよ。クスケの時に来てたお客さんとかが来たりとかってありますか？それとはみんな同じ味っていう。僕が3歳の時から食べとるんで、昔なんか食べるもんないからさ、腹減るとやつ。
美味しそうに見える匂いがね、1個余らないかな。ある？波でよかった。はい、用意しますね。お待ちください。大盛りが3個。はい。よし。今からのご注文でしょうか。1時間ほど待ち時間が。1時間。はい、そうです。1時間。まだお願いいたします。すいません。1時間ほどかかりますけど。また来ますとしたら。なしでいいですか。申し訳ないです。予約してくればいいですよね。登録はしてない。下のお名前、カタカナと電話番号いただいたら、こちらをお渡しいたします。はい。創業時から電話が予約が入ってたんですか？衣装を作った時は電話なかったんで、電話って取れないなと思って電話はなかったんですよ。でもお客さんのリクエストが多くて、電話の予約がしたいっていう父が手伝ってくれるようになって、電話出れる人手ができたんで作ったって感じですね。ソース1個もらっていい？いっぱいダバダバ食べちゃう。じゃあもう一個ソースね。はい。はい、どうもありがとうございました。創業時お客さんなんか少ない時で何人かやってます？初日にどこにも告知しずにそのままオープンしたんですよ。その時に作ったのが20食ですね。それは20食が一番いい過去です。少ないですね。20食からここまで人気になるのすごいですね。おかげさまで当時流行ってたミクシーっていう媒体の影響でどなたかがミクシーに載せてくれてオープンして1ヶ月そのしないうちに一人じゃできないような感じになって手伝ってもらうようになりました。今やってますので、お待ちくださいね。よく来られるんですか？1回ぐらいは子供の時からずっと瀬戸住んでて食べてたので時々食べたくなるって感じですね。神社の方にあった時からおでんもやってないですね。前の何代目かの方の時から知ってます。他の瀬戸焼きそばも食べになられることあるんですか？やっぱり微妙にみんな味がちょっと違うんですよ。一生さんはお口に合う。好きですね。ありがとうございます。これで首冷やさないと熱中症になります。よいしょ。はい、いらっしゃいませ。あと2個。このシーカーソースっていうのは1つに1個ずつついてるから多分大丈夫です。実家が瀬戸で今実家に帰ってきてて何回か食べてます。はい、宮前商店街に焼きそば屋さんがあってそこの焼きそば美味しくて食べてて豚を煮込んだ出汁がそばに染み込んでて美味しいですね。昔とちょっと違いますけどでも似たような豚の煮汁を使った焼きそばなんて美味しくて瀬戸に帰ってきたらここに来るって感じ。ご家族分ですか？そうです。みんな好きですね。癖になる味です。いただきます。いただきます。いいほら食べていいので。これかけてみたらちょっと変わるって言ってたんで、僕は埼玉から来ました。出張でこっちに来ました。ルートイン泊まってるんですけど、毎朝瀬戸焼きそばが出てくるんで、こっちに来て知りました。瀬戸焼きそばが有名っていうのは。ごちそうさまでした。提供時に心がけているなんか接客とかってありますか？はい、僕が接客する時は衣装っていうお店作る時にお客さん一人一人の笑顔のためにっていうそういう意味合いで衣装ってつけてるんでその辺は気をつけてますかね。うちのその焼きそばを食べていただく思い出だとかお客さん個々にいい思い出を作っていただけて人生の一部として記憶に残ってもらえたら一番嬉しいですね。
2時ですか？そうですね、ちょっとここからちょっと休憩して召し上がってください。あ、いただきます。